滅びゆく定めにあるアードル大陸に突如現れ、破壊と殺戮を繰り返す最強最悪の敵、海王。その正体は、かつてこのアードラで祖国の裏切り者として討伐されたと噂されていたリオニスの第一王子。モントであった。呪われしアードラの大地を今こそ受け取るがいい。コアクリスタルが放つ無限の魔力を、そして何を。全ての憎しみと絶望をクリスタルの輝きに包み砕け散れ。海王モントの目的、それはコアクリスタルから得た莫大な魔力を大地の脈へ流し込み、世界を完全に破壊することであった。そしてアードラ大陸を含む全ての異界を滅ぼし、その灰の中より理想の世界を再生させる。故に海王を号する。そう嘘吹く海王モントを前にしてルシオは別人。そうだ、別人だ。お前がモントのわけがない。僕のかけがえのない友のはずがない。ブーンを祈ってるよ。クリスタルの戦士ではなく、一人の友として。僕ももう行かないと。自分の使命を果たすために。さようなら、ルシオ。また会う日まで。だから笑うな、海王。何？僕の友の顔で笑うなと言っているんだ。かつて別の場所、別の時間で互いに友情を確かめ合ったモントとの思い出を振り払い、クリスタルの戦士としての使命を果たすべく果敢にも海王モントへと挑んでいく。しかしルシオ！ルシオ！ルシオ！何をやっているの？返事をしなさい。つまらない冗談はやめて。目を開けなさい。これは命令。私の命令が聞けないの？
願い、ルシ命を懸けた奮戦も虚しく、海王門徒を取り逃がしてしまう。力尽き倒れたルシオ。ジュームの絶叫が虚空に響く中、アードラ大陸の崩壊はもはや何者にも止められないところまで進行してしまうのだった。ア、ルシオ、ルシオ、目を覚ましなさい。まずいぞ。ルシオの全身から魔力が抜けていく。このままだと。そんなことさせない。私の魔力を分け与えればルシオは助かる。バカよせ。今そんなことをすればお前まで一緒に消滅することになるぞ。ペリスならどうすれば。そりゃこれから考える。ともかくみんな無事だな。ダリオ殿の命も危ない。とても無事とは言えない状況だ。私のことは捨ておいてください。いずれこうなる。里目。何をおっしゃるのです。気を確かにお持ちください。いいんだ。さあ早く。皆様だけでもどこか安全な場所。ダリオ様、ダリオ様。安全な場所って言ったって、もうこのアードラ大陸に安全な場所なんてないわよ。じゃあアードラ大陸じゃない場所に逃げ込むしかないでしょ。異界へ逃れるというのですか。他に手があんの？あるなら早く言って。それは私たちはともかく、ダリオ様たちはどうなさるのですか。連れてくに決まってんでしょうが。何寝ぼけたこと言ってんのよあんたは。待ちなさいラフ。あなたこそ何言ってるか分かってるの？いくらなんでもそれはルール違反よ。我々はすでに通常では許されない範囲で異界の歴史に介入してしまっている。その上人間を異界にかくまうなど。ああもうごちゃごちゃうるさい。通常で許されないなら異常で結構。ここでぐだって死ぬよりマシよ。ほら行く、すぐ行く、さっさと行く。ラフちゃん、お説教は後で。あんたも行け。ほら捕まって。心配しなくても大丈夫だよ。あんたもダリオも助かるから。かたじけない。ちゃんと閉めとかなきゃね。危ない危ない。ごめん、助けてあげられなくてごめん。ルシオにベリスさん、
クリスタルの戦士の皆さんクッポ、何があったんだクッポ。詳しい話は後だ。悪いがユリイカを呼んできてくれ。特急で頼む。わかったクッポ。ユリイカ大変だクッポ。ベリスさん、なんてこと。ルシオさん、やだ、しっかりしてください、ルシオさん。騒がせて悪いなユリイカ。少しの間ここにいさせてくれ。みんな血とボロボロでな。何言ってるんですか。変な遠慮しないでください。とにかくすぐに傷の手当てを。モーグリたち、お薬を持ってきて、それから暖かいお部屋を。大広間を使うといいクポ。薬やベッドを運ばせるクポ。人間も2人いるみたいクポ。食事の用意も忘れるなクポ。私も手伝う。ベリスさんたちは動かないでください。すぐ用意しますから。なるほど。ここに退避するとは考えたんだ。ユリイカちゃんには悪いけど、確かにここなら安全ね。あっちこっちの異界から集めてきた物資もあるからな。身を隠すにはうってつけだ。お待たせしました。皆さんこちらへ。あなたは初めましてですよね。確かジュームさん、サメに食べられそうになったっていう。ルシオもつまらない話を。まあいい。それでルシオの様子は。今は別の場所で、私特製の魔力回復枕満タン元気くんで眠っています。心配いりませんよ。満タン元気くんとは。それはですね、このお城を維持するための魔力を一時的に連結したバイパス回路を通して枕型の治療装置に接続して、装置の上に乗せた物体、この場合はルシオさんの肉体に最も適合する形に変換し、効率的な魔力回復を行うものです。首と肩のラインに沿う人間工学にのっとった作りになっているので、肩も凝らない優れものなのです。とにかくそれでルシオは助かるのね。はい。でもあくまでもこれは緊急避難的な措置といいますか、いつも使えるわけではないんですけど。わかった。ありがとう。どういたしまして。ルシオさんには私もたくさん助けてもらったので恩返しです。皆さんもこのお城に貯蔵してある魔力で回復できるはずですから、今はゆっくり休んでください。それじゃあ私、ダリオさんたちの様子も見てこないといけないので失礼しますね。相変わらずいい子よね。ベリスが可愛がるのもわかる。ちょっと度が過ぎてるけど。
ユリイカもだけど、ラフの判断がなければルシオもダリオたちも助からなかったかもしれない。そのことは礼を言っておく。私はラフに謝らなきゃ。確かにルールだなんだって変にこだわってる場合じゃなかった。ラナもきっとそう思ってるよ。ごめんね、ラフ。別に私にお礼言うことも謝ることもないでしょうが。だけどいっつも優等生で通ってるあんたたちじゃできない判断だったかもしれないわね。後で光の意志にいろいろ言われるのは慣れてる私が適任でしょ。ま、それだけの話よ。あ、プレイだ。うるさいな。人のことからかってる暇あるならあんたたちも少し休んだら。私も寝るから起こさないでよね。はいはい、おやすみ。ジューマもね。さすがにめちゃくちゃ疲れた顔してる。お互い様。でも本当に疲れた。休めとは言ったけどさ、ここで寝る？普通。しょうがないなあ。ベッドまで運んであげましょう。ほら、ラフは足の方持って。もう貸しだかんね、これでっかいからね。異界の城か。本当にこのような場所があったとは。ダリオ様、もう動かれても大丈夫なのですか？リンクス、心配をかけたね。もう大丈夫だ。少なくとも今のところは。それならばよろしいのですか？今はできる限りお休みを。そうしたいとは思っているんだが、見てごらん、この山のような書物を。一体どれだけの量があるのか。以前書物で読んだことはあるんだ。古今東西ありとあらゆる書が集められているという異界の城の話を。まさか本当にこの目で見ることが叶うとは思わなかった。そうですか。すみません。私はその無学なもので。同じことを考えていたとはな。俺もさっきから学者の血が騒いで仕方がないんだ。目の毒だな、これは。まったくです。こんな状況の時に我ながらどしがたいと思ってはいるのですが。あ、ここにいたんですね。お二人とも本がお好きなんですか？許されるならここに食事も寝床も運び込んで気の済むまで読みふけっていたいほどにはね。ユリーカ殿はやはり他の異界からここへやってきた人間だと聞いたが、この本は全てあなたが？ユリーカと呼んでください。本は私が集めたものの他にモーグリたちが集めたものもあります。それとベリスさんにいただいたものも。ベリスさん、
ここに来るときはいつもいっぱい本を持ってきてくれるんです。それはなんとも羨ましい話だ。ダリオさんもここにいる間は自由に読んでくださいね。あ、でも城の外に持ち出すのはダメです。それからこの城のことを他の人に話すのもごめんなさい。だそうだ、リンクス。この場所のことは他言無用でいいね。御意。シャドウリンクスは忍びです。秘密を守れねば忍びは務まらない。どうぞご安心を。私についても心配無用です。私はもうそう長くない命なので。それはなんて言ったらいいか。答えにくい言い方をするものじゃない。ユリイカが困ってるじゃないか。これは失礼。忘れてください。ともかく秘密は守ります。絶対に他言はしません。信じます。本が好きな人に悪い人はいませんから。それは嬉しい言葉だね、ユリイカ殿。いや、ユリイカとは気が合いそうだ。さっきも言いましたけど、ここで読むのはいくらでもご自由に。他の部屋にもまだまだありますよ。歴史書なんかもあるのか？もちろんです。この城にはありとあらゆるジャンルの本が収蔵されているはずです。なぜそこで歯切れが悪くなるんだ？実はあまりにも本が多すぎて、私やモーグリたちも全てを把握できていないんです。そのうちちゃんと整理しないといけないとは思ってるんですけど。そう思っているうちにどんどん新しく読みたい本が増えていってしまうだろ。そう、それです。素敵。こんなにも私の気持ちをすぐに分かってくれる人がいるなんて。やれやれ。どうやら本当に俺たちは似た者同士みたいだな。アルストリアさんもなんですか？嬉しい。そうそう、歴史の本でしたら隣の部屋ですよ。いや、今はやめておこう。さすがにゆっくり読書を楽しめる状況ではないからな。そうですよね。すみません。大変な時に浮かれてしまって。ユリイカ、ここにいたクポね。ちょっと来てほしいクポ。どうしたの？そんなに慌てて。ちょっと困ったことになっちゃったクポ。私たちのことなら気にせずに話をしてくれていいよ。それとも私たちには聞かれたくないことならすぐに席を外そう。そういうわけじゃないクポ。むしろ聞いてもらった方がいいかもしれないクポ。とにかく何があったのか教えて。今クリスタルの戦士の皆さんにお城の魔力を分けてあげているクポね。そのせいで祭壇の守護に使う魔力が足りなくなっちゃって、祭壇が不安定になっちゃったクポ。
皆さん想像以上に消耗してたクポ。ちょっと見通しが甘かったクポ。祭壇とは、この城には他にも何かあるのか？話すと長くなっちゃうんですが、このお城には宝具の祭壇といって大事なものを封じている場所があるんです。その祭壇の守護が不安定になると何が起こるんだ？簡単に言うと魔物が現れちゃうクポ。というかもう現れちゃってるクポ。それを早く言って。どうしよう。ベリスさんたちに退治してもらう？いや、そういうことであれば私が行こう。ダリオ様！いけません！危険です！リンクスも聞いただろう。クリスタルの戦士の皆さんは想像以上に消耗していると。ならばここは私が行くべきだよ。私は先の戦いではダリオ一人を行かせるわけにはいかない。話を聞いた以上は俺も行こう。アルストリア殿も海王と戦っているだろう。あなたの力はこれからも必要になる。今は休息に専念すべきだよ。リンクス、すまないが付き合ってもらえるかな。ご命令とあらばどこへなりともお供いたします。ありがとう。何、心配はいらないよ。まだ私もその辺の魔物相手に遅れを取ったりはしないさ。ではユリーカ、案内してもらえるかな。すみません、ダリオさん。ダリオさんだって大変な目に遭われているのに。いいんだ。一宿一般の恩義は返させてもらわなければ。それに今は何かすることがあった方が余計なことを考えずに済む。ダリオ様、もう魔物は現れないようだね。よかった。まだ私も少しは役に。ダリオ様！大丈夫ですか？大丈夫。大したことはない。ちょっと咳き込んだだけだ。そうですか。でもどうか無理はしないで。ありがとう。だがさっきも少し話したように私の命はもうそう長くない。私の内から湧き出てくる無限と言ってもいい魔力が肉体を蝕んでいるのだそうだ。諦めてはいけません。必ず何か治療法があるはずです。そうだ、ここには古今東西の書物が揃っているのだろう。何か医術の本はないのか？ダリオ様の病を元から治療できるようなそんな医術が書いてある本は。リンクス、よさないか。それにこれは病というようなものではないよ。確かにダリオさんの症状は医術でどうにかできるようなものではないと思います。そうか。命
命を長らえる方法があるとすれば。何かあるのか？医術の他にダリオ様を助ける方法が。例えば、そうですね。その身にクリスタルを宿すとか。クリスタルを宿す？前に本で読んだことがあるんです。クリスタルをその身に宿してその力を得たという人の話を。ダリオさんの膨大な魔力をクリスタルが受け止めてくれればとか思ったんですが。そうすればダリオ様は死なずに済むと？それは確かなのか？わかりません。私も実際に体験したわけではないので。もし可能だったとしてもそれで何事もなく済むとは思えません。クリスタルをその身に宿すということは、それはもう人間ではなく別の生き物になってしまうということ。それに人間ではなくなるか。その先のこともなんとなく察しがつく。人の身を捨ててまで一時的に命を長らえ、加えてクリスタルの魔力を自在に扱えるようになったとしても、いずれ今度はクリスタルの魔力に肉体が耐えられなくなる。結局近い将来の死は避けられないんだね。それじゃあ意味ないですよね。ごめんなさい。余計なことを言ってしまって。いや、お前が謝ることではない。そんな都合のいい話などないことは私も分かっているんだ。それでも私はこのままダリオ様の命がついえていくことに我慢がならないんだ。リンクス、ありがとう。それほどまでに私の身を案じてくれていたのだね。申し訳ありません。ダリオ様の前だというのに見苦しいところをお見せしました。いや、いいんだ。さて、私の話はともかくとして一度戻ろうか。モーグリたちも心配しているだろう。早く安心させてあげよう。そうですね。あ、帰り道はこっちです。足元気をつけてくださいね。人の身を捨てて得る力か。お前こそ消えろ。僕の前から消えてなくなれ。
僕はどうなって。ここはどこだ。またどこかの異界に流されてしまったのか。異界には違いないけれど、一度来たことがある和食ぽよ。目が覚めたクポね。よかったクポ。君はモーグリ。それじゃあここはもしかしてユリイカが住んでいる城か。そうクポ。クリスタルの戦士の皆さんも一時的にここに避難してきてるクポ。ルシオは一番消耗が激しくて、このままだと消えちゃいそうだったから、ユリイカが作った治療装置を使ったクポ。そうだったのか。待ってくれ。今避難してきたと言ったよね。僕たちはアードラ大陸にいたはず。でもカイオウが、モントが大陸を海に沈めようとして。アードラ大陸は今どうなっているんだ。知っているなら教えてくれ。それはモグにはわからないクポ。モグはルシオの看病をするように言われてるだけクポ。今は余計なことは考えないで、体を治すことに専念した方がいいクポ。さあ、もう一度横になるクポ。ありがとう。でも気を使わなくていいよ。僕ならもう大丈夫だから。どこに行くクポ？まだ目が覚めただけクポ。おとなしくここにいるクポよ。いいんだ。僕のことは放っておいてくれないか。そうはいかないクポ。ユリイカにルシオのことを頼まれているクポよ。悪いけど一人になりたいんだ。頼む。やっぱり放っておけないクポ。とにかくルシオが目を覚ましたことをみんなに知らせるクポ。ダリオ、遅いな。やはり俺も行った方が良かったか。ダリオがどうかしたの？ジューム？いや、なんでもないんだ。それよりもういいのか？そんなにやわではないつもり。少し眠ったら回復した。私ならもう大丈夫。セティアがまだ寝ていろとかうるさいから逃げてきた。そうか。ならいい。私も聞きたいことがある。なんだか城のモーグリたちが騒がしい。何か知ってる？
ちょっとしたトラブルがあったようだ。今ユリイカたちが対処している。もう困ったクッポ。こんな時にユリイカはどこへ行っちゃったクッポ。ユリイカを探しているのか。彼女なら宝具の祭壇とやらの様子を見に行っているはずだが、祭壇の守護が不安定になっている、そう言っていたな。そうなのかクッポ。うわもうあっちもこっちも大変クッポね。参ったクッポ。あっちもこっちも。何か他にもトラブルが起きているの？トラブルっていうか、ルシオが目を覚ましたんだクッポ。ルシオが？それで大丈夫なの？自分ではもう心配ないって言ってたクッポ。でもそのまま一人でどこかに行っちゃったんだクッポ。一人で？まったく。何をやっているのルシオは。これは他のみんなにも知らせた方が良さそうだな。いや、いい。私が探す。みんなも今は魔力の回復に努めてる。余計なことで手を煩わせたくない。それは君も一緒だと思うが、まあいい。ルシオを探すなら俺も手伝おう。おっと、止めるのはなしだ。俺はどうやらクリスタルの戦士とは少し毛色が違うようだからな。もう十分回復した。正直暇を持て余していたんだ。わかった。一緒に来て。そういうわけだから、モーグリはユリイカに事情を伝えて。わかったクッポ。お願いするクッポ。さえじゃあくそ考えるな。あいつは僕が知っているモントじゃない。別人なんだ。それよりも僕
僕はハードラ大陸を救えなかった。そればかりか。あんな醜い憎しみの心で戦ってしまった。僕はクリスタルの戦士失格だ。チュームさん。こんなところで何をしているの、ルシオ。鍛錬という感じでもなさそうだな。それだけ体を動かせるようになったのは良かったとは思うが。アレストリアまでモーグリに頼まれて僕を探しにでも来たのか。その通り。目が覚めたばかりでこんなバカなことをしているとは思わなかったけど。バカなこと。ええ、そうですね。僕はバカです。大バカです。何が光のクリスタルの戦士だ。僕は海王に勝てなかった。誰も救えなかった。自分の弱さにさえ打ち勝てない。本当に僕はバカですよ。僕にもっと力があれば、僕がもっと心も技も鍛えていれば、こんなことには。前にも言った記憶があるが、お前はやはりもう少し広く視野を持った方がいいぞ、ルシオ。俺自身そんな偉そうなことを言える器じゃないことは分かっている。だが俺はお前よりも少しだけ学んでいる。俺や以前のアルストリアの経験ではなく、過去の歴史にだ。過去の歴史？ああ、確かに歴史の中には英雄と呼ばれる人物や偉大な王も存在している。だが彼らだってたった一人で偉業を成し遂げたわけじゃない。彼らが成したことの陰には必ず名もなき人々が作り出したうねりがある。積み上げた過程がある。それが歴史だ。だから自分一人で全てを救えるなどと考えるのは思い上がりだよ。
海王はどうなんだ？あいつはアルストリアが言う積み上げてきたものを一人で破壊した。そして神になるとまで言い放ったんだぞ。そうだな。俺が海王を許せないと思う理由はまさにそこだ。彼のやっていること、これからやろうとしていることは歴史への冒涜に他ならない。だからこそルシオ、お前が一人で全てをなそうと考えているのなら海王と同じということになってしまう。僕が海王と同じ？生まれ変わる前の俺も一人で何もかもを抱え込み、そして失敗した。そうだろう。同じ鉄を踏むなと胸の中から声がしている。なら僕はどうすればよかったんだ。僕が強くなる以外にあの時どんな方法があったって言うんだよ。くそくそ。わかった。ルシオの言い分にも一理ある。だから気が済むまで付き合ってあげるわ。かかってきなさい。おい、ジューム。いいから。口で言っても伝わらないなら仕方がないこと。手加減はしない。私も本気で行く。覚悟して。うわあ！そこまでだ。勝負はついた。剣を引くんだ、ジューム。やっぱりジュームさんは強いですね。それに引き換え僕は。そう、私は強い。ベリスに言わせれば私は天才らしいから。天才。何もかも僕とは違うと言いたいんですね。私だけじゃない。ベリスもペレーネもラナンも
ルルギアもセティアも。言いたくないけどラフもみんな強い。ルシオとは違う強さを持っている。そこにいるアルストリアもそう。そうですね。分かっていますよ、そんなこと。つまり僕はいつまで経っても半人前でクリスタルの戦士失格なんですね。早合点しないで。私はルシオが弱いだなんて一言も言っていない。みんなにはルシオとは違う強さがあると言っただけ。それはルシオも同じこと。ルシオにもあるはず。私や他のみんなとは違うあなただけの強さが。クリスタルの戦士に弱者は不要。その考えに変わりはない。でももうルシオは弱くない。私もその頼りにしている。ジュームさん。だからルシオももっと私たちを頼ればいい。違う強さが力を合わせればまた別の強さになる。何がおかしいの？俺じゃない。俺の中にいるもう一人のアルストリアが笑ったんだ。随分と都合のいい言い訳。まあそう言うな。しかしジュームの言う強者揃いのクリスタルの戦士でも苦杯をなめる相手か。そんな化け物を敵に回してどうしたものかな。そう。このまま負けっぱなしというわけにはいかない。最後には勝つ。絶対に。それにはルシオの力も必要。分かったら立って力を貸して。やってみます。ダリオさんにシャドウリンクスさん？ルシオ殿、よかった。目が覚めたんだね。あ、はい。それよりお二人もこの城に避難していたんですね。ラフに救われた。
本来なら別の異界のものを招き入れるのはご法度らしいが、今は緊急事態ですから、そこはあんまり気にしないようにお互いに目をつぶりましょう。平気ですって。それを言ったら私だって違う異界の人間なんですから。どうやらそちらも祭壇に現れた魔物とやらは型がついたようだな。ええ、そちらもということはアルストリア殿たちの方も何か。大したことじゃない。少しルシオと剣の稽古をしただけ。稽古？何やってるんですか、ルシオさん。ダメですよ。ルシオさん、本当にあとちょっとで消滅しちゃうところだったんですよ。分かってるんですか？ごめん。君が助けてくれたんだってね。ありがとう、ユリカ。こんな時だけど久しぶり。元気にしてたかい？もちろん元気です。元気ですから。私のことより自分のことを心配してください。ルシオさんがあのまま消滅してしまうかもって思ったら、私怖かった。本当に怖かったんですよ。なのに目が覚めたばかりで剣の稽古とか。バカバカ、ルシオさんのバカ。私のこと泣かせて楽しいんですか？そんなこと思ってないよ。ごめんユリーカ、本当に悪かった。謝るから。誰だ俺の可愛いユリイカを泣かせる不届きな野郎は。ルシオ。ごめんなさい、ごめんなさい。こんな死に損ないが。目が覚めて本当によかったぜ。よく戦ったな。お疲れ。おはようみんな。どうにかまともに動ける程度には休養できたようだな。泥みたいに寝ちゃったわ。お腹すいた。もうだらしない顔しない。でも私もお腹は空いたかも。何か作りましょうか。お台所あるかしら。それは嬉しいけど、ペレーネ、マジで一個も冗談抜きで絶対に今辛いのはなしにしてね。私もお気抜けには胃に優しいものにしていただけると。皆あれほど消耗していたのにもう回復するとは。それだけこの城に蓄えられていたという魔力が豊かだったということかな。でも次はもう無理クポよ。これ以上お城の魔力を使ったらお城自体が消滅の危機クポ。
しばらくは異界の本探しも無理クポ。ユリイカも我慢してほしいクポ。わかってるよ。みんなの命には変えられないわ。本当に助かったぜユリイカ。この埋め合わせは今度必ずする。約束だ。困った時はお互い様ですよ、ベリスさん。でもどうしても私にお礼がしたいというなら、おーっと、今のは危なかったぜ。寝起きを襲うとはなかなかいい根性だが、残念だったな。また取れなかった。今日こそベリスさんのあの本を見せてもらえると思ったのに。何やってるのあれは。気にしないでほしいクポ。儀式みたいなものクポ。さて、なんとか最低限の補給もできたところで、今後のことを話し合いたいと思うのだが。その前にまずアードラ大陸がどうなっているのかを確認させてもらえませんか。いいのか。確認したところでどうにもならねえ現実を突きつけられるだけだぜ。それでもその現実を受け止めるところから始めないと前に進めないと思うんです。偉そうな言い方になっちゃいますけど、これは僕だけじゃなくて皆さんも同じだと思います。私もルシオ殿と同じ意見です。一度アードラ大陸に戻れないものでしょうか。さすがにそれは危険すぎるように思われますが。ここから異界の様子を確認できればいいんですよね。だったらちょっと待っててください。よいしょよいしょ。重たいクポ。早く置くクポ。なんか出てきた。大きなボールに何本も筒が。これは私が密かに開発していた異界観測装置見えるんだぞ。その試作機です。見えるんだぞ。いながらにして他の異界の様子を見ることができる装置というわけか。これは興味深い。かわいい顔してなかなかとんがったもの作っちゃうのね、あんたって。ネーミングも含めて。早速動かしてみますね。目標をルシオさんたちがいたアードラ大陸にセットしてっと。
これもお城の魔力を使って動かすクポ。あまり長い時間はダメクポよ。わかったから、ちょっと静かに。これ、まだ試作段階だから調整がデリケートなの。大丈夫なんでしょうか？いきなり爆発とかしませんよね？爆発。ルシオ様？大丈夫ですよ。ユリイカの知識と技術はすごいんです。それは僕もよくわかってますから。今、どうしてこんなひどいことができるんですか？ユリイカ。ユリイカを泣かせやがったな。海王の野郎を許しておけねえ理由がまた一つ増えたぜ。あの様子だとすでにアードラ全土の半分かそれ以上は海の底に沈んだと考えるべきだろうな。まだ残っている陸地も数ヶ月も持たない気がする。生き残っている人間はいるのでしょうか？もともとウエズエットという国があった場所を中心にまだ生命反応は多く残っているみたいでした。生き残った人たちのものだと思います。ちょっといい？生命反応ってその装置、そういうことまで調べられるの？はい。もともとは進んだ文明がある異界を見つけて、その異界の本を集めたいと思って作ったものなので。私には詳しい仕組みの話とかはよくわからないけどさ、これを使えば海王がどこにいるのか探せたりしない？なるほど。どうだろう、ユリイカ。可能だろうか？海王とその配下が放つ強力な魔力を追いかけるというわけですね。見つけられたらルシオさんやペリスさんたちが懲らしめてくれるんですよね。ああ、任せとけ。このままやられっぱなしで終わる俺たちじゃねえってとこ見せてやるよ。わかりました。やってみます。モーグリ、大丈夫だよね？明日からしばらくお城の中は暗くなっちゃうクポよ。ろうそくの用意をしておくクポ。ご飯も保存食の瓶詰めとパンだけクポ。それでもいいクポね。ありがとう、モーグリ。
こですか。海王たちがいる異界というのは。ユリイカの観測を信じるならな。しかし殺風景なところだな。人間は住んでいないという話だからな。どこまで行ってもこんな風景だろう。だからこそ可能性は高いと思う。滅ぼすべき人間がいない異界にわざわざ訪れるのには理由があるはず。クリスタルか。ありました。ものすごい魔力の反応です。きっとここだと思います。でもおかしいですね。この異界、他に人間のものらしい生命反応がないんです。無人の異界ということ？みたいですね。そういう異界は珍しくはないですけど、でもどうしてわざわざここに？どうも胸騒ぎがするな。その異界、他にどんなものがあるのかもうちょい探ってくれ。おい、時間厳粛ぽよ。はいはい、なるべく急ぐから。この反応は。何か見つかったの？これはクリスタルです。とても強い力を秘めたクリスタルがこの異界にはあるみたいですね。本当にすごい。もしかしたらコアクリスタルの一つに匹敵するかもしれません。コアクリスタルに匹敵するほどの反応だと。これはすぐに向かった方がいいかもしれないな。クリスタルの反応はあっちの方みたいですね。今の私たちでも感じ取れるってことは本当にとんでもない魔力のクリスタルっていうことだよね。海王がこのクリスタルを探しているのは間違いなさそうだね。コアクリスタルの力を得るだけではまだ飽き足らぬということでしょうか。あるいはコアクリスタルの力を完全に我が物とするために必要としているのかもしれない。何に使うつもりだろうと海王の手にクリスタルが渡るのは阻止しないといけない。逆に俺たちが手にできればだいぶ状況は良くなるかもしれんぜ。ユリイカたちに預かってもらって俺たちの補給に使うって手もあるしな。そのことなのですが、一ついいでしょうか。なんかもっといい使い道でも思いついてくれた？ま、海王のやつに使われなければ何に使ってもそれよりはマシだと思うけどさ。この地にあるというクリスタル、もし海王より早く手に入れられたならば私の身に宿すことは可能でしょうか。ダリア様、まさかユリイカの言っていたことを真に受けておいでなのですか？
ダリオ殿、ユリイカから何を聞いたんだ？クリスタルをその身に宿すことで命を長らえることができるかもしれないと。ホルンの民を、アートラの地を救えなかった以上、せめて海王を撃つまで私は死ぬわけにはいかないのです。そうか。だがあの聡明なユリイカがそれだけを話したとは思えないな。それは彼女はこうも言ってはいなかったかな。たとえクリスタルの力で命を長らえても、やはり一時的なものに過ぎない。そして君はクリスタルを宿した瞬間、もはや人ではなくなると。今は可能か不可能かをお聞きしたい。どうなのですか？クリスタルをあなたの体に宿せば、確かにあなたは私たちと似たような存在になれるかもしれないわ。でもどうか考え直して。その先に待っているのは完全な消滅よ。そうです。いずれクリスタルの力に飲まれ崩壊した肉体はかけらすら残りません。私はそれでも構わないと覚悟しています。その上でお聞きしているのです。私の命はじきに消えます。それは避けようのない未来です。ですがこのまま無意に命を消費しては先に散っていった者たちにあまりにも申し訳が立たない。王族としての義務ってやつ？よしなよ、そういうの。私は賛成できないよ。義務、そうですね。確かにそういう思いもあります。ですがそれ以上に私は私の命に何か意味を持たせたい。この世界に確かに生き、そして何かを成して死んだという証を立てたい。それは義務というよりも私の希望なのです。希望ですか？ええ、単なるわがままと言い換えてもいいかもしれませんが、ダリオの決意は分かった。それ自体は俺は尊重すべきだと思う。たとえどんな形でも希望は希望だ。ちょっとアルストリア、何言ってるのよ。だがそれを叶えるかどうかを議論するのは今じゃない。何しろ俺たちはまだクリスタルを手に入れるどころか見つけてすらいない。違うか？確かにアルストリア殿のおっしゃる通りですね。絵に描いた餅とはこのことだ。まずはこの異界にあるクリスタルを海王に渡さないこと、そいつが第一だ。後のことはまた考えりゃいいさ。ダリオ殿も
今はそれでいいな。わかりました。まずはクリスタルの捜索に集中しましょう。ダリオ様、ただいま戻りました。ご苦労様、リンクス。何か見つかったかい？クリスタルらしきものはまだですが、この先でビジョンの兵隊どもがうろつき回っております。やはり海王はこの異界に。このまま進めば戦闘は避けられないかと。迂回路を探しますか？このまま進みましょう。あまり遠回りをしている時間はないと思うわ。ペレーネ。そうね。どうせ向こうにはコアクリスタルがあるんだし。私たちのこともとっくにバレてるでしょ。こそこそする意味なんてないない。それじゃあここは正面突破ってことで行くわよ、みんな。見事。このくらいは当然。肩慣らしにはちょうどよかった。肩慣らしか。リンクス、どうした？いえ、何でもありません。先を急ぎましょう。ごめん。すまない。助けられたな。油断めされるな。まだ敵がいる。何やつだ、姿を見せろ。この程度の小細工では不意打ちにもならないか。まずはさすがと言っておく。あなたは。ボルク。また会ったな、ルシオにアルストリア。貴様、海王の配下だったのか。
おいおい、顔見知りかよ。どういうことだ。ボルケさん、なぜあなたがあの時は僕たちを助けてくれたのに、僕たちを騙していたのか。そういうことになるかな。本意ではなかったが言い訳はしない。お初の連中もいるようだ。改めて名乗らせてもらおう。海王門と陛下にお仕えする戦士、灰の角層だ。物のふらしい堂々たる振る舞い、敵ながら敬意を表そう。だがルシオたちを騙していたと聞いては、その敬意も無賛しようというもの。弁明があらば聞こうか。そんなものはない。俺を高く評価してくれるのは嬉しいが、そいつは買いかぶりというものだ。どうしてあの時は魔物に襲われていた難民たちを助けてくれたじゃないですか。疲れ切った人たちにあなたは優しく手を差し伸べていた。今ここで死ぬ必要がない人間を死なせたくないというあの言葉も全部嘘だったのか。さあな、信じたいように信じればいい。ともかく俺はお前たちの敵、それだけが事実だ。ボルケ。ルシオ、分かっているわね。分かっています。同じ過ちは繰り返しません。大方あの時は俺たちの動向を海王に伝える役目でも負っていた。そんなところか。今さら俺が何を語ろうとも信じまい。そう思っておいた方が後腐れなく戦えるだろう。違う。何？こんな僕だけど、それでも分かることはある。あなたがあの時傷ついた人たちに示した優しさは決して嘘なんかじゃない。命を大切に思う心も本当のはず。そんなあなたがどうして海王なんかの手先に成り下がっているんですか。命を命とも思わないあんな男に従う理由がどこにあるって言うんですか。海王なんかだと、命を命とも思わないだと。口の利き方に気をつけろ小僧。人々を守り命を救いたい、そういう気持ちはわかる。ああ、立派だと思うぜ。だがそのための手段はお前たちのやり方以外にもある。あっていいはずだ。門と陛下は全てを背負われる覚悟でその道を進まれている。陛下は俺と姉さんの希望だ。希望。海王門とか。気安く陛下のお名前を口にするな。俺たち家族だけの大切な名だ。もう一度言っておく。俺は灰の角層、海王門と陛下の戦士。お前たちがあくまでも陛下にあだなすならば、俺は全力をもってお前たちを倒すのみ。
互角か。でもちょっと妙じゃない？今までならそろそろこの辺で息切れになっちゃいそうなのに。ルシオの勢いが衰えない。それどころか鋭さを増している。そうか、クリスタルだ。この異界も我々がいたあの砦と同じような場所ということだ。クリスタルが放つ魔力が異界全域を覆っていて、ルシオはその魔力を無意識のうちに吸収している。クリスタルは純然たる魔力の結晶。そこに意志は存在しないというが、これではまるでクリスタルが己を守るためルシオに力を貸しているようじゃないか。すると俺たちは悪辣な略奪者か。気に入らないな、何もかも。まだまだ。だったら力ずくで従えるまでだ。俺がクリスタルを奪って陛下に献上してやる。待って、ボルケ。そう、そんな名前だった。あなた、あの時の坊やね。私のこと覚えているかしら？お姉様の名前は確かリリシュさん。とても強くて勇敢な戦士だった。そう教えてくれたのはあなたよ。お姉様を失って悲しみに暮れるあなたが私の膝の上で泣きながら眠ってしまったこと、今はっきりと思い出したわ。あんたがあの時の。あなたがあの時の坊やならお願い、私をモント王子に会わせて。彼と話がしたいの。そうか。まだ子供だった俺の背中をいつまでも撫でてくれていた手の温かさは確かに覚えている。だったらだが全ては遠い過去のこと。俺たちは陛下と共に忌まわしい過去と決別した。全ては未来をつかむためだ。あんの野郎、崖を崩れるぞ。みんな下がれ。巻き込まれる。皆さん無事ですか？なんとか。だがボルケには逃げられてしまったようだ。そうね。ペレーネ、大丈夫？ええ。私はこんな聞き方しかできないから気を悪くしないでほしいんだけど。待ってセティア、それ私の役目。ラフ、でも本当言うとマジでだるい。やってらんないわよ、まったく。ああ、もうめんどくさい。だからもう
ここですっぱり終わらせておくことにしたの。それでいいよね、ペレーネ。あんたがそんなにも話しにくいってことは、多分海洋とかあのボルケってやつの他にもう一人絡んでるからでしょ。私の前に闇のクリスタルの戦士だったやつがさ。ラフちゃん、そこまで気づいていたの？そう、気づいちゃったのよね。私できる子だから。師匠が良かったのかもね。だから自信持ってよ、ペレーネ。あんたが育てた闇の戦士はさ、ちょっとハードな話聞かされたところでショックで引きこもっちゃうようなしょっぱいやつなの？いいえ、そんなことを思ってないわ。ラフちゃんは強い子よ。しょっぱいやつなのは私の方なのよ。そう。じゃあ言い方変える。せいぜいさ、そのしょっぱいところ私には見せちゃいなよ。いいよ。いっつもかっこよくて優しくて頭良くてお料理上手で立派なお師匠様じゃなくたって。私そういうの全然気にしないよ。だって私たちさ、友達じゃん。家族じゃん。ラフちゃん、わかったわ。全部話すわ。最後まで聞いてちょうだいね。もうずーっと遠い遠い昔の話よ。今ここにいる中でベリス君以外はまだクリスタルの戦士として目覚めていない。そのぐらい昔、私が任務のためにラフちゃんの前の闇のクリスタルの戦士だった人、カリドラと訪れた場所こそ、あの海王モントが海に沈めてしまったアードラ大陸だったのよ。はるか昔？すみません、話の腰を折るつもりはないのですが、それはおかしい。モント王子が海王になる以前、裏切り者とされて追われていたのはここ数年のことです。ダリオ殿たちには理解しがたいことかもしれないが、あくまでこれは
我々にとっての時間のことだ。俺たちは時間も空間も世界の垣根も飛び越えて任務を果たす。そういう存在だ。だから俺たち自身にとってはつい昨日の出来事だったとしても、別の異界では数百年の時が流れている。そういうことは往々にしてあるもんなんだよ。もちろんその逆もあり得る。あなたたちは私たちが考える時間の枠に収まらない時を生きていると。確かに想像を絶します。ですが今は飲み込みましょう。申し訳ない。続きを。任務の目的はあのアードラ大陸で起きていた謎の現象を調べることだった。ダリオ君たちには気づくはずもなかったと思うけれど。そうだった。俺も思い出したぜ。あの大陸では何度となく不自然に世界が枝分かれしていたんだった。世界が枝分かれ。ええ、その原因を探る中で出会ったのが海王と名乗る前のモント王子だった。陛下、よろしいでしょうか。待て。陛下は今、お休み中だ。起こしては申し訳ない。そうでしたか。指物陛下も、あれだけの力を振るわれれば、お疲れが出るのも道理。しばしのご休息は必要でしょう。わかりました。お目覚めになるまでお待ちいたします。頼む。それにしても、私たちの前で、陛下が寝顔をお見せになるなど、いつ以来か。のんびりしている暇はないよ。ウェズエットの軍勢がこの教会に向かっているらしいからね。急いでここを離れよう。しかし村のみんなを置いて僕だけが逃げるなんて。いたぞ、お尋ね者のモント王子とサーダリーだ。サーダリーは生かして捕らえようとのグラスラ様からのお達しだが、モントは構わん。引け。もう来たか。リリシュ、サーダリー殿をお守りしろ。これで終わりということはないだろうな。敵の援軍は次々に現れるだろうね。となれば、ああ、急いで村を出よう。サーダリー殿、どうか僕たちから離れないように。わかりました。証拠りもなく。いいよ、死にたいやつだけかかってきな。今のうちに急いで。
モント、見損なったわ。戦嫌いなのは構わない。でも祖国を捨てて教会に逃げ込むなんて。言い訳もしないのね。サーダリーを渡して。さもなくば。モント様。リリシュ、僕は逃げない。絶対に。逃げぬと言ったな。シュテル、ここは私に。いや、気遣いは無用。俺も兄貴も覚悟はできている。そうだな、モント。当然だ。ダメだよ、モント様。兄弟で。リリシュ、どいてくれ。分かったよ。もう私たちはリオニスの人間じゃないってことだね。すまない、リリシュ。君まで巻き込んでしまった。よしてくれよ。私が自分で望んだことさ。やるなら存分におやりよ、モント様。雑魚どもにはこの私が手出しはさせないよ。シュテル、心配など無用。兄貴の剣士としての資質は誰よりも俺が一番よく知っている。慢心などしない。むしろ本気の兄貴とようやく戦えるかと思うと体が震えるほどだ。行くぞ。これだけの数を相手になんて女だ。シュテル、モント様。バカな。その傷で立ち上がれるはずが。うるさいんだよ。そんな、モント様。リオニスが誇る戦場の赤き炎、これほどのものとは。だけど行かせない。これで決める。僕は負けない。シュテル、さすがだな兄貴。
できることなら共に肩を並べ列強を相手に戦いたかった。リリシュ、リリシュ、ダメだ、体が動かない。何をしている。立つんだ。さあダリー、残るはお前だけだ。ここまでのようですね。ここまでだって。嫌だ、こんなところで。誰か力を、僕に理想を貫くだけの力を。今は黒幕の出番か。悪く思うな。我らは急がねばならぬのだ。何が起きているんだ。モント様、モント様、どうか目を開けて。モント様。キト、どうしてここへ。モント様、よかった。お気づきになられたのですね。そうだ。リリシュは。残念ですが、すでに。すまない、リリシュ。ではサーダリー殿も。それはわかりません。私とボルケがここへ来た時にはモント様の他にはもう誰も。そうか。とにかくここを離れましょう。大丈夫です。モント様のことは私が必ずお助けします。いや、いい。僕はもう助からない。シュテルの剣はそれほど甘くはないよ。何を言っているんですか。嫌です。私は諦めません。いいからボルケを連れて逃げろ。お前まで反逆者にされてしまう。構いません。私はモント様のおそばにいられさえすれば。今の閃光は何？ここで何が起こったの？誰か来る。これは一体。あら？あなたたちは？ウェズエットの増援か。モント様に近寄るな。まあ大変ひどい怪我だわ。ハリドラすぐに来て。
動かないでね。絶対よ。すぐに手当てをするから。敵ではないの？誰だ？あなたは。誰だ？あなたは。お目覚めにございますか、陛下。世は眠っていたか。わずかばかりの時ではございますが、もう少しお休みになられますか。いや、よい。それよりこの異界のクリスタルは見つかったか。そのことをご報告に上がりました。角僧殿が何やら発見した様子。わかった。時に世は眠っている間に何か言っていたか。いえ、特に何も。静かにお休みでございました。何か夢でもご覧になっておいででしたか。夢か。何か見ていたような気もするがもう覚えておらぬ。行くぞ、友をせよ。モント王子の傷は深くて、そこで手当てをしたところで到底助けることはできなかったわ。そんな瀕死のモント王子を異界で治療しようと決めたのはカリドラだった。カリドラ、私の前に闇のクリスタルの戦士だった人。そうよ。あの人は目の前で消えていく命をどうしても見捨てられなかった。だからクリスタルの戦士としての掟を無視してでも迷わずモント王子を異界に連れて帰った。ラフちゃんがダリオくんたちを助けることを決めたようにね。傷はもうすっかり塞がったわね。よかったわ。あとは体力を回復することね。本当にありがとうございます。いいのよ。気にしないで。それに助けたのは私じゃなくてカリドラの方だから。ですが、まったく何を考えているんだ。人間を異界にかくまうなんて俺たちの掟を忘れたのか。カリドラの言いたいことはわかる。確かに一理あるさ。間違っちゃいない。
だがそれじゃあ他の者への示しが。なあクソ、どうしてお前もベリスもいつもそう勝手なんだ。少しは後始末をする俺の身にもなれよ。分かったからもういい。後のことは任せろ。光の意志には俺から話を通す。僕たちを助けてしまったことでカリドラさんやあなたにご迷惑をかけてしまっているのでは。ああ、あれはそれこそ気にしないで。別に本当に喧嘩しているわけじゃないから。あの二人いつもあんな感じなの。男の子同士ってみんなああなのかしら。モント君にも喧嘩友達っていうの？そういう相手っていたりする？友とは違いますが、本当に信頼できる仲間はいました。でも彼女はごめんなさい。無神経なことを聞いてしまったわね。リリッシュさんだったかしら。残念だったわ、本当に。いくら私たちでもすでに亡くなってしまった命は呼び戻すことはできないのよ。いえ、いいんです。リリッシュの死は僕が責任を負わねばいけないことですから。モント君、あまり自分を責めてはダメよ。分かっているつもりです。僕にはまだキトンもいる。小さいボルケもいます。死んだ人間を悼む以上にまだ生きている彼らの未来を守るのが僕の責務ですから。そうね。そのためにはまずあなたがしっかりと体を回復させないとね。じゃあお話はおしまい。今日はもう休んで。起きたら食事を持ってくるわ。はい。手加減はなしだ。本気で頼むよ、キトン。わかりました。ではモント様、お覚悟。はい、そこまで。モント君の勝ち。参りました。すっかり回復されたばかりか、以前よりさらに剣の冴えが増していますね。これまでにない気迫のようなものを感じました。キトンもね、技の一つ一つがとても重かった。何をしたんだい？実はモント様が療養なさっている間、ペレーネさんに少し稽古をつけてもらっていました。ペレーネ殿に？そうだったのか。ペレーネ殿、よろしければ僕にも一手ご指南願いませんでしょうか。あなたは私なんかが教えるまでもなく、もう十分に強いと思うけど。
トンちゃんだってそうよ。一人で黙々と訓練してたから、ちょっとアドバイスしただけだし。お願いします。僕はとにかく強くなりたいんです。今よりももっとはるかに。その強さは何のために求めるものなのかしら。決まっています。大切な人を守るためにです。僕のために命を散らせてしまう人はリリッシュで最後にしたいんです。あの日シュテルに弟に切られ、そこで死ぬはずだった僕が今こうして生きている。そのことには何か意味があるはず。それはきっとキトンやボルケを僕の手で守ること。僕に残された最後の家族を。家族。私がモント様の。わかったわ。そこまで言うのなら。私もお願いします。モント様と一緒に。いいわよ。それじゃあ私も思いっきりやるわね。強い。これがクリスタルの戦士の力か。やはりあなたたちに与えられたクリスタルの加護がその力の源なのでしょうか。その力があれば僕ももっと。クリスタル。それはどうかしら。勝負は時の運よ。さっきも言ったけど、モント君の剣はほとんど完成されているわ。技に関しては何も言うことはないわね。お世辞でも何でもなくて。なるほど。未熟なのは心の方。それは僕も痛感しています。常に。そこを鍛えるためにももう一本お願いします。あらあら、本当に元気になったわね。でも今日はこの辺にしましょう。私、ご飯の支度をしなくちゃ。運動したらお腹空いたでしょ？はい、ペコペコです。いえ、失礼しました。つい。いいのよ。いっぱい食べてくれる子が3人もいて、私も作りがいがあるわ。本当に何から何まで感謝の言葉もありません。ボルケのことも。そういえばボルケはどこに？ボルケ君ならカリドラと遊びに行ってるわよ。虫取りに行くとか言っていたかしら。虫取り？それはどこか別の異界に？そうなんじゃないかしら。ここ小さい子が好きそうな虫とか住んでいないし。それじゃあまた後でね。
ご飯できたら呼びに来るから、のんびりしてて。モント君のあの子の件には一切の邪念がない。本当に他者を生かすための件だわ。なのになぜかしら、あの子と手合わせした時、妙に胸がざわつくような気がしたのは、彼の人柄は信用できる。でもカリドラ、クリスタルのことまで話してよかったの？少し深入りしすぎてしまったのかもしれないわ。まだ我々が覚醒する以前のこととはいえ、この件の裏にそのような事情があったとは想像すらしていなかったよ。バルディアもカリドラもそんな話一言だってしたことなかったぞ。まったく水くせえにも程があるぜ。とにかくあのアードラ大陸に渡った時、すぐに分かったわ。ここはモント王子たちを助けた後の世界だって。海王の正体がカリドラとペレーネがかくまったモント王子だっていうのはほぼ間違いないのよね。だとしてもモントを助けたこととカリドラが消滅してラフが覚醒したことがつながらない。カリドラの最後についちゃ俺もその時が来たからとしか聞いてねえんだ。アルストリアは何か知らないのか？お前さんの中にはバルディアの記憶も残っているんだろ？悪いがわからない。以前のアルストリアの記憶はかなりしっかりと残っているが、バルディアとしての記憶はかつてそういう存在だったということが自覚できる程度なんだ。つまりカリドラ様の最後については誰も詳細をご存じない。ですがペレーネ様はカリドラ様の最後にあの海王モントが関わっているとお考えなのですね。モントだけでなくキトンもだ。キトンはモントに忠誠を誓っていた。いや、忠誠以上のものを捧げていた。だからペレーネ殿は海王モントから直接真実を聞きたいと思われたのですね。ええ、そうよ。モント王子たちに稽古をつけたすぐ後、私はバルディア君に相談したの。もうこれ以上モント王子たちと関わるべきではないんじゃないかと。彼らを元の世界に返すべきだって。でもそうしている間にまた時は過ぎ、そして事件は起きてしまった。モント王子たちをかくまいながらアードラ大陸の調査も続行していたカリドラの魔力が突然消えたのよ。まさかモントがカリドラさんを。いやでもそんなことは。
カリドラは最後に私の腕の中でこう言っていたわ。時が来ただけだ。僕の後を継ぐ者がすぐに現れる。と。時というのはつまりクリスタルの戦士としての役目を終えてコアクリスタルに。以前の俺が世界を引き裂いてでも変えたかった運命か。カリドラは俺やバルディア、ペレーネよりもはるかに長い間使命を果たしていたのは確かだが。ええ。でもそう言われてしまえば、私も彼の言葉を信じるしかない。カリドラはこうも言っていたわ。モントたちは遠いところへと旅立った。もうここにはいない。だから私はカリドラが最後の力でモント王子たちを元の世界に戻した。そう信じた。信じようと思ったのよ。でもね、私が駆けつけた時にはカリドラはもう消え去る寸前だった。真相は、そしてその時を境にモンと王子たち3人は忽然と姿を消してしまったの。それからもずっと私はいつもどこかであの時のことを考えていて。ごめんなさい。本当はもっと早く打ち明けるべきだった。でも私、勇気が出なくて。ラフ？そうだったんだ。辛い話させちゃってごめんね。エレーネ、ずっと一人で我慢してたんだね。強いね。偉いね。カリドラとそんなお別れだったのに、私のこといっぱい可愛がってくれて。私悪い子だったこともあったのに、それなのに優しくしてくれて。ありがとう、お師匠様。私あら、まあ、ラフちゃん、お花べちょべちょじゃないの。ほら、チンして。かわいいお顔が台無しよ。はい、涙も拭いて。ラフちゃんはいつものかっこいいラフちゃんが一番なんだから。でもありがとう。私本当に嬉しいわ。私のこと家族だって言ってくれたこと
絶対に死ぬまで忘れないわ。忘れてよ、恥ずかしいから。嫌よ、絶対嫌です。師匠と弟子、それ以上に家族か。素敵な関係ですね。ジュムさんもそう思いませんか？なぜ私に聞くの？なぜって、はい、どうも。大変お見苦しい姿を晒しました。忘れていただければ幸いです。なんだよそりゃ。つうかなんで最後切れてるんだよ。とにかく私のやるべきことは決まったわ。どんな手を使ってでも海王のやつを踏んづかまえて洗いざらい白状させる。そのためにもこの異界にあるクリスタルを見つけることですね。そこに必ずモンタも現れるはずですから。その通りだ。ではそろそろ出発しようか。方角はあっちですね。気配が強まっているのがわかります。行きましょう。いるいる、海洋軍だよ。どうやら当たりみたいね。完全に私たちを迎え撃つ体制ですね。ボルケの指揮でしょう。だとすれば時間はかけられない。ここは総力戦で行くべき。望むところよ。ペレーネもいけるよね。任せて。今ならいつも以上の力が出せそうよ。気配がまた強くなった。まるで呼ばれているみたいだ。皆さんこっちです。だいぶ近づいてきてるみたいね。私にもビンビン伝わってくる。よほど強力なクリスタルのようだ。これほどのものは異界王子といえどもそうそうお目にかかれるものではない。やはりこれを海王に渡すわけには。みんな急いで。クリスタルの力をその身に宿せばか。ダリオ様、あえて申し上げます。どうかバカなお考えは捨ててください。あのユリーカという少女とて書物で学んだだけと言っていたではないですか。書物の内容が全て真実だとは限りません。だがこのまま生きながらえたところで私にできることなどたかが知れている。私は
もう一度皆様に話してみるつもりだ。やっぱりクリスタルの力を宿せないかって。あのさ、前もそれはダメだって言ったっしょ。ではこのまま海王と真正面から争奪戦をなさるおつもりですか？それしか手がないってんならやってやろうじゃないのよ。その場合は私たちの側にも取り返しがつかない損害が出ることすら覚悟せねばいけません。取り返しがつかないとは穏やかではありませんね。しかし海王もまさか私自身がクリスタルの力を我が物にしようと考えているとは思わないのでは。そこにこそ付け入る隙があるのではないでしょうか。あなた頭が回るからもっともらしく聞こえちゃうけど、本当にそれでいいわけ？私の式はもう間もなくでしょう。わかります、そのぐらいのことは。はっきりとベリス殿にも言われたことです。どうせ散る命ならばどうかその死を世界にとって意味のあるものにしたい。その思いは今も揺るぎません。海王モントを倒し世界を恐るべき破滅から救う一助になれるのならば、私はそれで本望です。分かった。ベリス？ただしそいつは本当に最後の手段だ。そこは譲れない。ダリオ殿も短気は起こさないと誓ってくれ。誓いましょう。ですが好機と判断したその時は私は迷いません。どうかそのこともご理解いただきたい。シャドウリンクス、は悪いが君にもここで私の覚悟を受け入れてもらうよ。これは命令だ。承知いたしました。ルシオ、これほど早く追いついてくるとは思わなかった。ボルケさん、いや灰の角層ボルケ、そのクリスタルを渡すわけにはいかない。俺も全く同じことを考えていた。ならば道は一つだな。なかなかやるなと言いたいところだが、そろそろ決めさせてもらおうか。それはこっちのセリフだ。何を遊んでいる、角層。よもや正々堂々の一騎打ちで決着をつけようなどと思っているまいな。月見、あんたがここにいるということは。クリスタルの探索、大義であった。お前の戦いに水を差す無礼は承知だが、あとは世に任せよう。
海王モント。貴様か。ちょうどいい。人たちなりとも世に浴びせたものの名、聞いておこうか。ルシオ、お前を倒す者の名だ。ルシオ君待って。久しぶりね。あえてこう呼ばせてもらうわ。モント君。こうしてまたあなたとお話しするのは何年ぶりなんて聞くのもバカバカしいかしらね。貴様たちも、そしてすでにヨラも、時間や世界の垣根は意味をなさぬ存在だが、久しく思う心は忘れておらぬ。あの日より育成そう。そうだな、長い旅ではあった。あの幼かったボルケが世の右腕としてたくましく成長するほどには、がそれを尋ねて何とする。もはや世と貴様は旧交を温め合うような関係にはなり得まい。そうね、今さら無理よね。それは私にも分かっているわ。でもあなたにはどうしても聞いておきたいことがあるの。あなたを倒す前に。カリドラのことか。あの者はよく貴様のことを話していたな。あなたたちが異界を渡り歩き、そしてコアクリスタルに接触できたのはカリドラの力を奪ったからなの。これは奪ったなどとは人聞きの悪い。そうだ、世が奪ったのだ。あの者の命と共に。見るがよい。貴様らにはこれが何であるかすぐに察しがつこう。あれは感じる。同じだ。私の中にあるものと。カリドラなのね。そうだ、かつてあの者はカリドラという戦士の姿たらしめていた。純粋で強大な魔力の結晶だ。クリスタルの戦士という存在はいずれその時が訪れれば、皆こうしてコアクリスタルと一体化するのだったな。私たちのことは今はいい。あなたはそのクリスタルの力で異界を渡る術を得た。長い旅と言っていたわね。その旅の中で
あなたは何を見てきたの？陛下、この者らに語って聞かせることなど何もありはしません。陛下が何をどう語られようと、この者らに陛下のお心を理解することなどできないのですから。そうです陛下。所詮こいつらは敵。陛下の行かれる道を塞ぐだけの存在。今はクリスタルを手にされ閉ざされた座への道を。控えよ学僧、月見もだ。知りたいというのならば教えてやればよい。特にこの者ペレーネにはそれを知る権利があろう。モント様、これは何があったのですか？どうしてカリドラさんが倒れているんですか？それにそのモント様の手の中にあるものは。聞いてくれキト。このクリスタルがあれば僕たちは旅立てるんだ。旅立てる？どこへですか？もう私たちはどこにも。異界だよキト。アードラ大陸ともこの場所とも違う全く別の世界へだ。そうしたらきっと見つけられる。誰も争い合うことのない平和な世界、安住の地を。安住の地？モント様、何をおっしゃっているんですか？今は詳しく話している時間はない。キト、ボルケはどこだ？さっきまでペレーネさんと戦いの真似事をして遊んでいましたが、今は眠っているかと。連れてきてくれ。決してペレーネ殿には気づかれないように。忍びのお前ならできるはずだ。それは命令ですか？そう思ってもらっていい。急げ。御意。そうして世は旅立った。だがいくつの異界へと渡ろうとも世が求めた安住の地はなかった。忌まわしきあの地とは違うアードラを巡ったこともあった。だがいついかなるアードラもまた人間どもはどこまでも醜く、悪なき欲望を満たすためだけに愚かな争いを続けていた。ある異界で強大な召喚獣を何体も刺激する召喚師に出会ったことがある。
その素晴らしい力はまさに希望の光だった。平和を作り出すことを誓い合い、共に歩み始めた。だが無駄であった。その異界の人間たちはあろうことか召喚師を魔王などと呼び、世界のすべてを挙げて討伐に及んだのだ。召喚師を心より慕い尽くしてきた召喚獣たちは怒りのあまりに狂った。地獄のイゴに尽きる光景であったよ。血に飢えた殺戮者と化した召喚獣たちは人間たちを一人残らず殺し尽くしたのだ。召喚師を守りきれなかった世は己の無力さに絶望し、滅びゆく世界を後にした。結局いくつの異界を旅したであろう。その果てにようやくある異界でヨラはつつましくも穏やかな日々を送ることが叶ったはずであった。貴様たちだな。反乱軍のメンバーに手を貸し逃がした連中というのは。そいつは究極の魔法について探っていたというじゃないか。いえ、どこへ逃がした？反乱軍？究極の魔法？何の話だ？僕たちは何も知らない。本当だ。そうかいそうかい。とぼける気ならそれでもいいさ。だがな、だったら貴様らの首を反乱軍の者として上に差し出すだけのことよ。どうせ本人かどうかなんざ誰も確認しやしねえんだ。金さえもらえりゃ誰だっていい。魔物？モント様、こいつら魔物を刺激しています。ようやく平和な暮らしが送れるかと思っていたのに、ここにも争いが。どうしてお前たちは殺して奪うことしか考えられない。やろうってのか？それじゃあ念入りにその綺麗な顔を潰しておいてやらないとな。ついでに村の連中も皆殺しにして金目のものはありったけいただくか。そんなことはさせるか！この異界にももういられないな。何が反乱軍だ。どうせそいつらも自分のことしか考えない連中に決まっているんだ。モント様、そうですね。ボルケを連れてきます。どうして
どうしてこうなるんだ。どうして人間は醜い争いをやめられないんだ。これほど旅を続けてきて一つも、ただの一つも戦争のない世界が存在しないなんて。ダメだ。やっぱりこのままじゃ何も変わらない。無力なままでは何もできない。もう嫌だ。モント様。でもようやく分かった気がする。こいつらをよこしてきたこの世界の権力者も、クーリのような列強王も皆同じだ。彼らの気持ちが分かったよ。彼らだって最初は平和を求めて立ち上がったはずだ。だけど中途半端な力と私欲に溺れ道を誤る。そうですね。これまでにいくつもの異界でそういう者たちを見てきました。そしてその度にモント様は打ちのめされ傷ついてこられた。いや違う。僕には本当は分かっていた。でも見ないふりをしていたんだ。僕の手の中にはこれまで訪れたどの異界の人間も持っていない絶対的な力へつながるための鍵があることを。争いばかり繰り返すありとあらゆる異界を、全ての世界を真に再生させるにはどうしたらいい？このクリスタルは僕にその役目を委ねるために与えられた。そう、きっとそうだ。キトン、頼みがあるんだ。何でしょうか？国を作りたい。本当に誰もが平和に穏やかな笑顔で暮らせる、そんな国を。でも今のままじゃダメだ。人間はあまりにも学ばない。だから一度全てを壊す。手伝ってくれ、キトン。今の僕にはお前とボルケだけだ。これまで旅を続けてきておぼろげだけどわかるんだよ。このクリスタルには異界を渡るだけじゃない何かがある。
もっと巨大で世界を望むように作り変えられるほどの力の根源につながっている。僕は必ずその根源にたどり着く方法を見つけてみせる。だから共に来い、ヒトン。国を建てられるのならば、もうモント様とはお呼びできないですね。これからはあなた様のことは陛下とお呼びしなければ。そう呼んでくれるかい。不甲斐ないばかりだったこの僕のことを。もちろんでございます、モント陛下。ありがとう。では今日この日が建国記念日だ。僕の、いや世の新たな門出だ。世ですか。やりすぎかな、さすがに。いえ、よろしいかと。私はこれからも常におそばにあり、忠節を尽くすことお誓い申し上げます。いついかなる時も、これから何が起きようとも、我が忠誠は永遠です、モント陛下。だがそこからが真の苦難であった。コアクリスタルへつながる道を求め、いくつものアードラを含む星の隅々を、異界を渡り歩いた。良きこともあったぞ。世の望みに共感し、忠誠を誓ってくれた新たな進化を得られたからな。それは何とも恐れ多いことにございます。そして長い長い放浪の果てに、ついにコアクリスタルの力を我がものとする契機をつかんだのだ。そう、あの日、コアクリスタルが尋常ならざる理由で座よりこぼれたことによって、なんだと。まさか。お前には礼を言わねばならぬな、アルストリアよ。ファルム王国に転生する前のお前が
得体の知れない力でコアクリスタルを汚染してくれなければ、コアクリスタルを確実に掌握するための策はならなかったやもしれぬのだから。それじゃあ、あの時もうお前はコアクリスタルに接触していたのか。そうだ。人の身で言えば永劫にも等しい時の流れの中ですでに世と一体になりつつあったこのクリスタルの断片。埋め込ませてもらったコアクリスタルに。なんということだ。私たちは国務の力による汚染にばかり気を取られて、海王の仕掛けに気づくことなく、そのまま座へと戻してしまったというのか。貴様らが国務の使徒と呼んでいた果てよりの来訪者たちも良い仕事をしてくれた。断片がコアクリスタルの中で成長するまでの目くらましになっただけでなく、クリスタルの戦士たちがどれほどのものかをよく学ばせてくれた。言ってくれるじゃない。私たちがどんな思いで戦ったかも知らずにさ。貴様らのことよりも世には彼らの絶望の方がよほど理解できるというもの。彼らに手を差し伸べようと考えたこと一度や二度ではない。強く悲しき者らであった。彼らの目指したものが世と同じ再生の道であれば友となれたやもしれぬ。残念だ。再生だって、お前がやろうとしていることはただの殺戮だ。お前の境遇には同情する。でもだからといってお前のやり方が許されるわけじゃない。そんなことは今さら言われるまでもないが、結果として世が犯す罪よりも多くの幸福を世界に与えればよいのだ。もうよかろう。あとは貴様らも知る通りだ。分かったわ。話してくれてどうもありがとう。これで私も心置きなくあなたと戦える。ペレーネの大切な人の命をそんな風に許さないよ。あんただけは。あんたは私の世界で一番大切な人の心を傷つけたんだ。案の定モントたちの意識はクリスタルの戦士の皆さんに向いている。死に損ないの私など物の数ではないか。だがそれでいい。ベリス殿には申し訳ないが、この好機逃すわけには。リックス！承知。
なんだこれは。目くらましのつもりか。リンクスの仕業か。しまった。今ですダリア様。クリスタルの力、私が。ダリオ殿、最後の手段だって言っただろうが。だがこのタイミングならば。やはりこうなりましたか。何かを仕掛けてくるとすれば、ダリオ、あなただと睨んでいました。読まれていただと。ダリア様、立ち止まってはなりません。ここは私が。無駄です。あなたの行動を感情に入れていないとお思いか。二人仲良くあの世へお行きなさい。深く。ダリオ様、申し訳ありません。ダリオ、シャドウリンクス。さすが世の軍師、大義であった。いや、下がれ。ダリオはまだ事切れておらぬ。この魔力は自ら暴走させるつもりか。この身を蝕む運命を知った時からずっと考えていたことがある。一切の制約なしに我が体内で荒れ狂う魔力の嵐を解き放つとどうなるのかと。今こそその身をもって体験してもらおうか、海王の軍師殿。待たれよダリオ殿、死ぬおつもりか。やめて。この死に損ないが。うわここはまさか死後の世界というやつか。あなたは。いえ、結構です。皆までおっしゃらずとも私の心はすでに定まっています。あなたはおそらくあの異界のクリスタルを通じて私に声を届けているのでしょう。ならばどうか私にもう一つの道を、クリスタルの加護をお授けください。無論です。
リンクス。申し訳ありません、ダリオ様。どうやら私の命もここまでのようです。かくなる上は最後までダリオ様のお供を務めさせていただきます。何をバカな！来いよ！彼女は関係ない。これは私だけが望むこと。いいえ、もし本当にクリスタルの力が与えられるならば、どうか私にも止めねばならない者がいるのです。奴とキトンとはサイガの里にいた頃からの腐れ縁。私にとってただ一人の妹なのです。リンクス。今や彼女の方が私よりもはるかに年上になってしまったようですが、妹は妹。我が手で引導を渡してやるのが姉の務めと心得ておりますが、今のままではそれも叶わぬこと。姉妹だと言うならばなおのこと。私に任せてくれればいい。せめて君だけでも安らかに。お言葉ですが、私はダリオ様のお覚悟を目の当たりにして自分もそうありたいと決めたのです。元より忍びに安らかなる死などありえぬもの。私にも私なりの覚悟がございます。気遣い無用に願います。マシュリーはきっと君を叱るぞ。君はマシュリーの仇討ちも考えているんじゃないか。そこまで分かっておられるなら説得が無駄なこともお分かりかと。人間諦めが肝心です。分かった。もう何も言うまい。どうか謝らないでください。人知の及ばぬ遠いところにおわす大いなる存在よ。これは私たちの意志なのです。この意志と決断こそが私たちの武器なのです。情妙の種族たる我ら人間にとって理不尽な運命に立ち向かうための。ですから謝罪ではなく祝福を。私たちの誇りある意志と決断にどうか。今のは一体、ダリオめ、何を。クリスタルがダリオたちの中に。そうか、光の意志め、やってくれたな。行くよリンクス。心得ております、ダリオ様。
ルケ。分かっている。もはや顔を隠す理由もあるまい。その仮面を脱いで素顔を見せてみろ。来た！リンクス。それが今のお前の顔か。いい面構えになったと言ってやりたいところだが、忍びに余計な言葉は不要。そう言っていたのはお前だ、リンクス。やれやれ、困ったものですね。何のために私がその仮面を用意したと思ってやがりますか。あいつ確かリオンズバレー戦役の時に。誰だ？うわ、びっくりした。あんたこそ誰？そこで何してるの？私はフェネスの将オルドはウラガ様の忠実な進化だ。あんたまでいいのか、軍師様。いや、いいってことはないですよ。けど、おっと失礼。ご心配には及びません。角層殿はお気になさらず、ご自身のなすべきことに集中を。ダリオにシャドウリンクス、あのような形で力を得るとは少々厄介と言わざるを得ませんので。構うものか。奴らの中にクリスタルの力が入り込んだというのなら、俺が仕留めて力を奪い返せばいいだけの話だ。うぬぼれるつもりはないが、ようやく私の剣技に体がついてきてくれる。この解放感は確かに危険な誘惑だな。侮っていた。ダリオがこれほどの使い手とは。確かに厄介だな。以前はいいようにあしらわれたが、今回はそうはいかないぞ。ほざくな。もはや私とお前では見てきたものが違う。流した血の量が違う。お前の知っている私と同じだと思うな、シャドウリンクス。いや、違わない。この拳を受ければわかる。お前はお前だ、来た。お待ちを陛下。いささか状況が混沌としすぎてまいりました。陛下のお腹立ちはお察しいたしますが、ここは一度仕切り直すがよろしいかと。座へと至る道筋は他にもございます。この異界のクリスタルはその一つの方策ということに過ぎませぬ。何か他に策があるか。無論、故に無益な消耗は避けたく、万事真にお任せください。
よかろう。キトン、ボルケ、ここは引く。そこまでにせよ。はっ、勝負は預けるぞリンクス。だがいずれ必ず決着はつける。望むところ。こちらも次に会う時までその首預けておくぞ。次があればいいがな、ダリオ。あるとも。そうでなければ命を捧げた意味がない。ダリオ、今日のところは貴様とシャドウリンクスの覚悟に免じて引こう。だがこれで貴様は世と対等の敵となった。その意味忘れるな。とうとうやっちまったな。ダリオ殿、体におかしなところはないか？幸いにも今はまだ何も。申し訳ありません、ベリス殿。俺に謝られても、まあ過ぎたことをとやかく言っても何も始まらねえよ。まさかシャドウリンクスまで。あなたは死を恐れないの？恐れるさ。しかし私は忍びだ。忍びの心得とは死ぬべき時を。クリスタルが海王の手に渡らなかったことは喜ぶべきことなのでしょうが。何も終わったわけではありません。私にとっては今ここからが始まりの時。私の運命は変わらなくとも世界の運命だけは必ず変えてみせます。勝手な言い草とは思いますが、どうか今少しの間力を貸していただきたい。私からもお願いするわ。カリドラの魂を解き放ってあげるためにも。何言ってんのよ、当たり前でしょそんなの。忘れないでペレーネ、あんたには私がいる。ラフちゃん。そんでカリドラもそうだな。今から私の右目に宿っていることにしよう。そうなの？アルストリア君にだっていろいろ宿ってんだからいいでしょ。そういうことにしときなさいよ。だからカリドラもずっとペレーネと一緒にいるっていうことだからね。あらあら、呪われた腕だったり絶務の深淵を食らう獣だったり、なんだかおっかないものとばかり一緒にいさせられちゃうとカリドラも落ち着かないわね。あの人意外と怖がりだったのよ。大丈夫かしら。まあそこは好きに設定決めてもらうとして、とりあえず最悪の事態は回避できたってことでいいのよね。そう思うことにしよう。ダリオ殿たちがさらに心強い戦力になってくれたのは確かなのだから。海王がどうやらまだコアクリスタルの座までは掌握していないことも分かったことだしな。
まだ希望はありますよね。勝負はここからです。そう、勝負はまだここから。角層殿はいいことをおっしゃった。クリスタルそのものが手に入らぬとて、その力を分け与えてもらえば同じことではありませんか。やってやりますですよ。陛下のためならば命の一つや二つ余裕でかけられるのがオルドアちゃんなのですから。そう、あの時からオルドアちゃんは誰よりも賢く頼れる女に生まれ変わったのです。